1900年代の初めですね、ちょうどインシュリンが適用される21年から22年ぐらいまでにアメリカで糖質制限食が糖尿病の療養食として適用されていました。その適用に踏み切ったのがですね、フレドリック・アレン医師という、あともう一方がいるんですけれども、この人は年配のお医者さんで、エリオット・ジョスリン医師といって、結局はその若いアレン医師をその後ろ盾してプッシュして、いろいろサポートしていたようですね。フレドリック・アレン医師ですね、アレン医師はその犬や猫をその実験台としていろいろその糖尿病と食事に関しての調査をしていたようで、その特に犬ですね、ここでは実験台にしまして、食事と糖尿というのはここで尿に含まれる糖分ですね、その関係性を調査したところ、断食をさせると糖尿が出ないことを突き止めて、あと炭水化物がですね、その血糖値に大きく関わっているとその認識していたようで、そこから公的には糖質制限ではなくてカロリー制限食と言ってその療養食を施したんですが、実際何食べていたかといえば脂質タンパク質中心の食事だったんで、要は糖質制限食を施術していたようです。しかしながらですね、そのインシュリンの登場でアレン医師もジョスリン医師も、インシュリンを常用するようになりまして、その糖質制限という療養食というのはもう歴史の表舞台から消えたわけですね。面白いのが、インシュリンが適用されだす1921年ですか、その時にケトジェニックダイエットっていうのが産声を上げたわけですね。これは小児転換の治療食としてケトジェニックダイエットっていうのが生み出されまして、その元とするのはもちろん断食なんですけども、その断食はどこから来たかって言ったら西洋医学のヒポクラテスの言葉から由来しているわけです。これまでですね、現在まで2、3のケトジェニックダイエットと2型糖尿病に関してのデータというものが発表されているんですけども、数えるしかないんですけども、結果的にはその血糖値をコントロールできるということでポジティブな結果が発表されています。またですね、90年代後半からジェフ・ボレックとスティーブ・フィニーという博士学者さんですね、このお二方がケトン体に関しても研究調査をもう続けてこられまして、最近にはバータという医療団体組織を創設しまして、ケトジェニックダイエットを2型糖尿病への治療食として大々的に適用している博士であります。また今年のデータとしてですね、最新のデータとしてなんですけれども、ケトン体であるベータヒドロキシラク酸がその糖尿病性網膜損傷を抑制すると、そういうデータが発表されて、その報告も見られております。またですね、これとは逆に去年の夏頃なんですけども、ケトジェニックダイエットは糖尿病を悪化させるとのデータが発表されたんですが、これはですね、よく見てみると、最初のね、報告書の最初の方を見ただけでも読む気起こんないんですけども、この研究調査自体が短期でして3日間絶食をさせたマウスを調査したわけです。断食3日目って言ったら、人間の場合はケトン体が産生されるんですけども、それは即脂肪燃焼がデフォルトとなったケト適応の体でないわけです。つまり僕の言うところのケトン人ではないわけですね。そしてケトン人になるには数週間時間が必要になるわけです。そうして初めて脂肪燃焼、グルコースを使わない、体脂肪をそのデフォルトのエネルギーとするケトン人となるわけです。ケトンネズミになるにはですね、何週間かかるか分かりませんけども、違反的調査っていうのはいつもこういう期間が短いものとか、糖質制限とか低糖質だという割にはかなりの糖質量を摂取しているとか、その個々人の生活習慣とかその健康レベルっていうのをはっきりさせないままのデータを発表して、批判記事にしているのが
かなり多いですね、残念ながら。ということでですね、次回はケト適応というものに関して、簡単に述べたいと思います。ありがとうございました。